どうも、ともそうやです。前回動画では世界無形文化遺産にも選ばれているメキシコで大人気のディアデムエルトスについて、大学内イベントの様子やメインパレードの様子を動画で紹介。今回はグアテマラとの国境都市タパチュラの動画。移民が多くて危険だから一人で行くなとメキシコ人から言われた、そんな街の様子を紹介するよ。こんな感じの部屋の雰囲気と、今 YouTube を見ながら晩ご飯を食べてるこんな感じの雰囲気。どうも、ともさいチャンネルです。現在ね、メキシコのタパチュラっていうところにおるんですけど、普段ね、メキシコシティに暮らしてて、メキシコシティからタパチュラまでバスで18時間。かなり遠いんですよ。メキシコとグアテマラの国境沿いの街で、結構移民、キューバ人の移民とかベネズエラ人の移民とか、そういう人らが多い街になるんですよね。何のためにそこにいるかっていうと、ビザランのために一回ね、グアテマラに行こうかなって考えてるんですよ。なんでタパチュラの街まで来ました。いやね、今なんか武器を持ったホームレスが目の前におるんで、ちょっとね、撮影しながらその人の前を横切るのが危ないんで、ちょっと道をね変えたいと思います。あー、怖かった。わかるかな、T 字の武器、警察とかが使いそうな T 字の武器、そういうのを持ってるホームレスがおったんで、ちょっとね逃げてきました。昨日到着して、昨日は宿をめちゃめちゃ探したんですよ。結構高い宿しかなくって、で歩き回って宿探しました。一応こんな感じの宿決まったんですけど、宿の値段が250メキシコペソなんで、1泊言ったら2000円ぐらいですね。約2000円ぐらいで1泊泊まれます。まあ個室って考えたらまだ安い方なんかな。朝食とかそんなんついてないけど、ただ雰囲気はほんまに韓国みたいな感じで、そんないい雰囲気ではない。シャワーも水しか出んし、そんな感じでなんかバックパッカー向けのとこですね、泊まってたところは。それにしても昨日とかもね、どっしゃ降りになって、道端も洪水状態になったし大変だった。で、今日はそんなタパチュラの街をなんもないと思いますよ。なんもないけど観光したいと思います。ちょっとね、どういう街かっていうのを今回の動画でね見せたいと思いますんで。まあ歩いていますけど、こういう雰囲気の場所ですね。これセントロじゃないですよ。皆さんこのお店おすすめなんでね、行ってください。おっちゃんが陽気に話しかけてくれますよ。なんか日本人の友達がおるみたいな、ちょっと詐欺っぽいよな、そういうのって。ここのおっちゃんがほんまに優しくて、昨日ね、僕家というか住むところというかほんま宿を探してる時にちょっと相談したら、君の自由やけどほんまに泊まるところがなかったらうち来いみたいな感じで言ってくれたんですよ。めっちゃ優しくないですか。なんで今日もう一回ちょっとね会いに来たんですけどね、ちょっと閉まってますね。また夕方ぐらいに来てみようかな。ほんまに優しいけど、僕もね最近アメリカンホラーの映画をずっと見すぎてるんで、監禁される系のね、めっちゃ怖いんですよね。なんか普段だったら、ちょっと若い頃だったらバンバンそういうのありがとうございますって言ってたけど、最近はもうホラー映画の見過ぎで、なんかもう知らない人の家に行くっていうのがちょっとね恐怖心が出てきてるんですよ。テロ若干セントロのね中心街にね近づきつつあるけど、まだまだこんな感じの雰囲気。まずはちょっと市場に行ってみようかな。多分ホテルじゃないと思うけど、なんかいかつい感じやな。洗濯物いっぱいあって、あっちがもろセントロの方面です。いるかな、裸の男の人がねベランダでね電話してる。女の人だったらサービス感あるんやけどな、男はいらんって。誘惑に負けました。こういうところで冷たいジュースを買ってしまっている自分がいる。まあいいか、安いし。グラシャス。それが美味しい。買ってよかった。生き返る。マジで今ビール飲みたいし、コーヒーも飲みたいし、ジュース飲みたいし、肉系も食べたいし、タコスも食べたいし、ケーキも食べたいし、とりあえずね朝から何も食べてないんでね、買ってよかった。まあよくあるな光景やけど、こんな感じでフルーツを売っているよ。それにしてもジュースが美味しいわ。歩いてたらいつの間にか割と都会感ある感じのところにたどり着いてきた。タコスのお店も容器ある。さあそこは無視してメルカードで住もう。こんな雰囲気のね中国系のお店もあるよ。さっきの都会の喧騒とは違って若干メルカードに近づくにつれてちょっとね見にくいような雰囲気になってきましたね。
まあザ青果市場って感じの雰囲気やな。鳩にも大人気の市場だね。それにしてもコラでね、何か食べるものを探したい。こんな感じの超ローカルなところでタコスを食べることにしたよ。1つ12ペソ、1つ12ペソ。ちょっとトルティーヤ小さいかなって雰囲気かな。うまい。タコス作ってくれてたおっちゃん、まさかのグアテマラ人だった。まあグアテマラとメキシコの国境付近やからな、グアテマラ人もそりゃおるわな。移民も多いし、そんな感じですね。で僕とねめちゃくちゃ話してる間に鶏肉思いっきり焦げてましたからね、いいんかなとか思いながら、まあなかなか話してて楽しかったく、いい感じの空間だった。市場のこの狭い空間を車がどんどん走るんよ。どう思う？中もあるんやけど、もう別に中は入らんでいいよな。もうこんな感じの普通のね市場です。こんな感じのって感じで中は入りません。メルカード3分でした。クラッシュバンディク、ここだけなんか時間が止まってるような雰囲気やな。クラッシュバンディク、こういうのがいっぱいねありますね。見えるかな、あんな感じでちゃんと靴もぶら下がってるよ。危険なんかなこの辺は。初めて見かけた。6つで30ペソ、1つ5ペソのタコ。これは安いな。すげえな。思った以上にね市場の雰囲気がねずっと続く。意外に長いな。もう市場は終わってるけど、もう街の雰囲気がこんな感じなんだろうな。中心街はマジでね伝わらんかもしれんけど、この坂道結構急なんよな。しんど。全く同じような雰囲気なんやけど、ここはサバスティアン・エスコバル市場。サバスティアン・エスコバル市場ってとこですね。セバスティアン・エスコバル市場かな。今回は市場の中入ってみたんですけど、特になんもない普通の市場だったんで、ちょっとねまた外に出てみようと思います。ほんまに雰囲気ですね。ついつい入ってしまった。こんな感じの市場内にあるお店。登場したのはこんな感じの肉々しい料理とサルサピカンテとトルティーヤはやっぱ小さめなのかな。うまい。お疲れ様でした。ごちそうさま。60ペソってね安くないか、あのプレートで。まあドリンクとかはついてないけど、トルティーヤが多分10枚ぐらいついとったんかな。10枚か9枚ぐらいついてたんですけど、で1個1個のトルティーヤ小さいけどちょっとね若干分厚めなんですよ。グアテマラ仕様やな、あのトルティーヤ。まあ美味しかった。腹いっぱいやわ、さすがに。ほんまなんかバーベキュー感のあるあの肉をねサルサと絡めて食べれてねよかった。美味しかったです。満足。こんな感じでチーノ飯も街にはあるんでね、アジア料理が恋しくなったら全然ね街行ってねアジア料理食べるのも悪くないと思います。はい、メキシコの英雄ベニート・フアレス公園にやってきたよ。ほんでこの広場ねこんな感じで見たら分かるんですけど、もうメキシコ人だけじゃない、いろんな黒人の人がおる。多分ハイチ人とかキューバ人、ベネズエラ人、いろんな国籍の人がいますね。移民ですね。一応この場所がミゲル・イダルゴ公園って言うんですよ。もうね感想がね街の中央公園としか言いようがない。であれが教会、なんとか教会、パロキア・サン・アグスティンっていうカトリック教会ですね。これは神々しい。ムセオ、一応美術館ですね。中は無料かどうか分からんけど入ってみるか。この僕が美術館に入ってるってことは入場料無料だったってことです。そうです、無料でした。心置きなくね美術館入れるわ、無料だったら。なんかメキシコとかチアパスとかタバチュラに関する美術館なんかな。まあなんかあんまりスペイン語ね理解するの難しいけど面白い。唯一説明できるのはこの機械は映画館で使用される機械ですね。まあ言うたらワンピースのチョッパーみたいなもんやな。太陽圏か大玉螺旋岩ってところやな。イミグランテのゾーン、これはなかなか興味深いし面白いと思うけどね、全部スペイン語なんでねなかなか難しいところありますよね。思った以上にいろんなフロアがあるなこの美術館。おい外の様子がおかしい。とりあえず一旦ね外出ますわ。こんなん見とる場合じゃない。夕方ではないか3時ぐらいなんですけど雨降りそうで、もうねバックパッ
カー目線で全体的な感想、率直な感想をね言いたいと思います。涼しい、そしてトイレが無料なんで、トイレしたい時にここに来てトイレのついでに1階と2階全て見るっていう感じかな。休憩がてらに来てください。さすがに中心街に来たらこんな感じでね、いろいろネックレスとかブレスレットとかも売ってるし、すごいほんまね都会感一気に出てきてるわ。こんな感じの街並み、この感じ好きやな。小さい町の中心街がざわざわしてる感じ、この感じ好きやわ。そしてね、移民たちのねいろんな人種の人がおるっていうこの唯一無二な感じも好き。でここのんびりスポット、ビセンテナリオ公園、のんびりしているスポットですね。ただ雨が降ってきたんでのんびりすることはできないですね。ビセンテナリオ公園はさっきの公園と比べるともちろん小規模やけど、こんな感じで一応ね人がのんびりしているようなスポットです。一応しっかりねタパチュラっていう来た証ですね。これは雨の降りようが半端ない、こんな感じでね、もう大雨、もう待つしかないよな。動画編集でもするか、携帯で。移民の人がたくさんおって動画編集できる雰囲気じゃないわ。移民の人か分からんけど、結構ね街中ではあんなねドアの前に立ってる少女のような女の子っていうかな、ドア開けてくれる女の子とかいますね。多分チップ目当てだと思うんですよ。お金がないからなんかああいう感じに親切心でなんかドア開けたりとか、そういう風にしてなんかやっぱお金を集めるみたいな。まあ僕らが住んでる世界とはほんまちゃいますね。みんな生きるのに必死や。拳銃が売ってある。この国では普通に合法なのか知らん。ザ・セントロって感じやな、この雰囲気。なんか上にぶら下がってるような雰囲気。あれ一応パペルデチーノって言って直訳したら中国の神、パペルデチーノって言われる商品ですね。これは僕の個人的な予想なんですけど、このパペルデチーノ上ぶら下げてるのこの時期だけちゃうかな。10月中旬から11月初旬のこのディアデモエルドの時期なんかもう大雨なんやけど、水はけがいいんか悪いんかわからんこの状況。それにしてもこの雨の様子は川みたいやな。バス停にやってきました。とりあえずね、明日ねグアテマラに移動するんで、そのグアテマラに移動するっていうことを警察にちょっとね伝えて、どういう風に行くのが一番ベスト安いかっていうのを聞きました。そんな感じですね。旅はほんまそんな感じですよ。もうほんまに知ってそうな人にいかに安く行ける方法を聞いたりとか、コレクティーボっていうミニバスみたいなのあるんですけど、それは どの場所で乗るかとか、そんな感じですわ。んで聞いたら、そこのなんかもう角に立っとけみたいなったマラカタンって書いてるこのコレクティーボに乗れみたいな感じで言われました。ほんで明日はマラカタンって書いてるコレクティーボに乗って国境で手続きして、また違うチキンバスに乗り換えてって感じでグアテマラに移動すると思います。以上。この BGM でわかるかな。もうね外大雨中の大雨、台風超えてるかもしれんわこんな。おいおいおい、雨漏りだけはやめてくれよマジで。やめてくれよマジで。やめてくれよ。おはようございます。朝から騒がしいですねって感じで、とりあえずね朝から言うてももう朝10時半ぐらいなんですけど、セントルやってきました。朝飯食べたいと思います。昨日晩ご飯ほんまにちょっぴりしか食べてないんで、今日の朝ごはんがっつりいっちゃうよ。がっつりいっちゃうよ。このコスプレはさすがに強烈やな。すごい使いたい。信号が結構近い、触れそうな位置にある。あ、そんな背高くなかったか。2泊3日しか入れなかったんですけど、タパチュラちょっとねグアテマラの方移動したいと思います。今日は12時チェックアウトなんで、まあそれまでにね朝飯食ってホテル戻ってグアテマラに行くよ。ちなみにこの街一番の中心地は多分ここ。雰囲気いいね、みんな楽しそう。やばい、このレストランチーノこの中心地の周りに5つぐらいある。いやもっとあるかもしれんってことで入ろうか。こんな感じで食べ物を選ぶ仕組みになってます。僕は2つ選んで95ペソの
メニューにしました。メキシコの中華料理屋さんほんま好きなんですよ。こんな感じでお皿にねもりもり持ってくれますからね。こんな感じ、遠近感で分かりにくいかな。めちゃめちゃもりもりですよこれ。ああ美味しい。まあ普通に美味しい中華料理やなって感じ。食べ始めての一言。ああ落ちる落ちる落ちる。もうお皿にねもりもり入ってるんで、もう落ちる落ちる落ちるでしたね、最初の一言。ああ久しぶりの中華飯幸せや。やっぱ焼きそばだね。焼きそばcon arroz。3、2、1。¿Cómo soda? Otra vez. Okay. ¿Ya? Sí. ¿Cómo soda? 3、2、1。¿Cómo soda? Gracias。グアテマラのね町到着した。田舎町。なんか田舎感全然ないな。マラカタンっていう町なんやけど、ほんま混沌としてるわ。なんかグアテマラって感じやな。あれ頭の上どうやって乗ってるんだろうなほんま。いやいやいや、クリスマスツリーにはまだ早いって。まだ11月上旬やぞ。今度はサンマルコスっていう町に到着した。なんかちょっとした異国感あるな。はい、無事グアテマラ到着しました。でね、タパチュラっていう町から結構乗り換えあるんですよ。僕ケツァルテナンゴっていう町に向かってて、まあ言ったらグアテマラシティに次ぐ第2の首都ですね、ケツァルテナンゴ。タパチュラから国境の町タリスマンに行って、タリスマンからマラカタンってとこに行って、マラカタンからサンマルコスってところに行って、でサンマルコスからケツァルテナンゴに行くっていう乗り換えがなんかいくつかあるみたいな。ただ乗り換えがいくつかあるけど、そのルートが一番安いっていう感じ。安いからまあ山賊とかにも襲われる可能性とか全然あるんですけど、まあそのルートで行ってて、であんまりなんか僕もね旅の予定立ててなくて、今回ちょっとねサンマルコスってとこ今行ってるんですけど、サンマルコスでなんかちょっと1泊か2泊ぐらいしたら面白いかなってちょっと考えてて、ただ事前にホテルとかでなんかね結構調べてたりしてたんですけど、全く出てこないんですよ。なんか情報とかがあんまり情報がない街で、さらになおかつなんか小さい街。やばい、なんかお客さん来た。そんな一人で喋らんでいいからはよ銀行行って金引き出してこい言われました。はよ金払えって。とりあえずもう動画撮影は後でいいわ。早く銀行に行ってお金引き出してお金早く払わないといけないんで、ホテルにまた後で説明します。今までで一番狭い空間のこの ATM なんやけど、わかるかな。密室すぎやろ。襲われた時にねほんま逃げ場ない。ある意味なかなかイケてる服やな。武士道シンコケターレス。この街もなかなか雰囲気あるで。好きやわ。一晩50ケツァーレスのホテルあるやんここに。めっちゃ安いパンを100ケツァーレスで払ったら怒られた。いやそんなお釣りないわみたいな。でもわずかな小銭をプラスしてなんか向こうがベロベロって話して、結局何円だったかわからん。ちゃんとなんかお釣りは返してもらったみたいやけど、ほんまに何円だったかわからん。お釣りを持ってないっていうのも、結局何円だったかわからんっていうのも、もうなんか旅あるあるですね。知らんけどお金引き出してね帰ってきましたよ部屋に。一応パンも購入した。めでたしまあ知らんけど、まあとりあえずね親切っすわおっちゃん。もうなんかもうとりあえずフレンドリー作戦で行こうと思って、今回もフレンドリーになんかいろいろ話しかけて、タパチュラから来たよとか、フロリダホテルフロリダって言うんやけど、なんでフロリダなんみたいな、アメリカ好きなんかみたいな、なんか適当にコミュニケーション取って、最後にお茶コーヒー飲みたいって言ったんですよ。カフェカリエンテ、キアロトマのカフェカリエンテ。そしたらなんか部屋で待っとけ言うて、なんかあったかいコーヒー用意して、なんか後でコーヒー持ってきてくれます。ほんま嬉しい、ありがたい。そんな感じっすね。コーヒー到着。爆笑。普通にお金取られた。
それつけたです。まあとりあえずね、さっきの続きね、撮りたいと思います。どこまで喋ったか全然覚えてないんですけど、まあとにかくこういう小さくて情報がないような街を、まあ旅するのって、まあなかなか面白いじゃないですか。ザ・旅って感じで。なんで、このね、サンマルコスっていうマイナーな街で2泊3泊、じゃあ2泊3日することは決めました。一応ね。で、ちょっとそれもね、動画ね、撮っていきたいと思います。で、まあ今回のまとめなんですけど、とりあえずね、タパチュラの街、どうだったでしょうか？個人的には、まあ、サイズ感がちょうどよくて、普通にまあ観光としても、まあ、2泊3日ぐらいかな、いいかなって思います。中心地はとても綺麗し、食べ物もね、いろいろあるし、市場とかもね、あるし、市場も行ったら安いもの揃ってるし、メキシコシティと違うところは、やっぱりね、移民の方々が多いんで、いろんな人種の方がやっぱり集まってるんですよ。なんで、そういうのを見るだけでも、ちょっと面白いと思いますね。で、結構ね、僕もね、この現地の人とね会話しないんでよくわからないんですけど、現地の方々が移民に対してどういう感情を抱いてるのかっていうのは僕もねちょっとわからないですね。で、移民の方も、まあ、多分そんな性格は悪くないと思うし、そんな移民の方全員がなんかその犯罪者みたいなわけでもないし、ただまあ僕がなんかそのタパチュラに行くって言うたら、いろんなメキシコ人がなんかもう気をつけろよ気をつけろよみたいな、移民が結構たくさんおるから気をつけろよって結構言うんですよ。そんなこと言われたら結構なんか移民ってめっちゃ悪いみたいなイメージになるじゃないですか。移民自体がね悪いとは思うんですけど、まあその辺もわからないんで、僕はなんか移民になんかそのなんかインタビューとかそういうのは全然できませんでした。現地人に対して移民にどう思ってるのかとかそういうのも聞けませんでした。その辺はちょっとね、まだ僕もスペイン語全然習得できてないし、英語も喋れるわけじゃないんで、ちょっとコミュニケーションまだまだ難しいところもあるんで、その辺はねちょっとね聞けなかったですね。そんな感じです。面白かったですね。皆さん動画ご視聴ありがとうございました。最後にタパチュラからのタランチュラ。次回ともそやチャンネル。無事問題なくメキシコのタパチュラを抜けてグアテマラへ入国。観光客にとってはマイナーな土地、サンマルコスという場所へ滞在。マイナーな街には何があるのか、どんな感じのローカルな雰囲気を味わうことができるのか、市場を散策したり夜の街を歩いたりするよ。